そうするとパワーの力の伝わる方向が上の方に逃げてしまうので、気をつけるポイント。しんちゃお富士スイミングクラブのエイサーです。今回の動画はクロールのストロークについて説明していきます。はい、ではクロールのストロークについて説明していきたいと思います。クロールのストローク、手を前から後ろ、そして後ろから前に戻していくという動作になります。これを5つの動きに分けて考えることができます。1つ目、手を前に伸ばした状態から少し肘を曲げるようなイメージで今からかいていく水を捕まえていくキャッチ。2つ目、キャッチで捕まえた水を後ろに押していくプル。3つ目、プルで押した水を最後後ろに押し切るフィニッシュ。4つ目、フィニッシュで後ろまで来た手を前に戻していくリカバリー。5つ目、リカバリーで戻してきた手を再び水の中に入れるエントリー。この5つに分けることができます。この後はこの5つを1つずつ詳しく説明していきたいと思います。1つ目のキャッチについて説明していきます。キャッチの動きは手を伸ばした状態から肘を残した状態で下の方に手をぐーっと曲げていきます。この時に今からかいていく水をしっかり捕まえます。気をつけるポイントとしては、肘がこう引いたような形になってしまうと手に力が入りづらくなって、その後の水をかくという動作にうまくつながりません。イメージしやすいのは、例えば壁を登るときですね。手を壁にかけて肘を引いてギュッとやるよりは、肘をグッと立てた状態の方が体をグッと上に上げやすいと思います。この肘をグーッと立てる、この動きをキャッチでグッ作れるようにしていきます。2つ目、プルです。プルはキャッチで捕まえた水を後ろに動かしていく動作になります。この時にどうやって進む力が生まれるかというと、主に手を後ろに動かす時に肘から指先の部分に水が当たります。この手を後ろに動かす動き、この動きに対して水から押し返される力が生まれます。はい、この水から押し返される力を使って体を前に進ませます。そのため動きの動作としては手を前から後ろに動かす動作なんですけども、イメージとしては手を入れた位置に水から押し返される力を使って体を前に持っていく、このようなイメージの方が良いと思います。3つ目、フィニッシュです。プールでかいてきた水を最後グッと押し切る動きになります。ここが一番ストロークの中でスピードが出るところです。そのためしっかり後方に押し切るというのが一つポイントになります。うまく体が使えない方というのはグッと上の方に押してしまう可能性があります。そうするとパワーの力の伝わる方向が上の方に逃げてしまうので、気をつけるポイントとしては、キャッチで捕まえた水をプルでぐーっと後ろに持っていって最後後ろに押し切る、ここが一つのポイントになります。4つ目、リカバリーです。リカバリーはフ
フィニッシュ、かけ終わった手を前に戻してくる動作です。なるべくこの時は頑張らないよ、一生懸命前に戻しても進む力には伝わらないので、腕自体はなるべくリラックスをして力を抜いた状態で前に戻せるようにしましょう。この時のポイントとしては、手だけ戻すっていうよりは肩からですね、肩から大きく戻すようなイメージで手を動かしてみてください。5つ目、手を水の中に入れるエントリーです。この時のポイントとしては、指をまっすぐ前に入れるようにしましょう。例えば内側に向いていたり外側に向いていたりすると、それだけで進む方向が変わってしまいます。そのため必ず手をまっすぐ前に向けて入れていくことが大切になります。この時のポイント1つあります。以前の動画でキャッチアップの練習の動画がありました。手を毎回同じ場所に戻す。同じ場所に戻っているからこそ、また次のストロークが同じ形でできます。入水した時に毎回同じ場所に同じ形で入れられるように気をつけてやってみてください。今回の動画は終わりになります。今回行ったキャッチ、プル、フィニッシュ、リカバリー、エントリー、この5つの動きをしっかり覚えておいてください。日頃練習をするときにどこの部分を意識して練習するのかというところが分かっているのか、それともなんとなく手を回すだけで練習しているのかっていう目的が分かっているか分かってないかっていうところで上達具合っていうのはかなり変わってきます。今日やった5つの動きしっかり覚えて、日頃のクロールの練習を頑張ってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。